ちは。 IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回は最新の IKEA の秋めいた新商品を紹介します。あと購入品も気になっていた新商品を購入したので紹介します。まずは収納関係から紹介していきます。朗報から IKEA の人気商品でスクーブというものがあるんですけども、こちらのメッシュ窓付きタイプが復活しました。すごくおすすめ商品として何度も紹介してるんですけど、一時期販売終了になってたので心配してたんですけども、リニューアルされて再発売されていました。そういうの結構 IKEA あるんですよね。何が変わったんかわからない。値段も一緒だと思います。材質が変わったりね、たまにしてますけど、スクーブはとても軽く、また自立するので立てた状態で収納できるので人気の商品です。私も寝具、季節の寝具などはこれに使ってるんですけど、やっぱり中身が見えないとこの中身何だったっけっていうことがよくあるんですよ。ラベル書いてたとてあるんですよ。なのでメッシュ窓付きタイプの方がいいなと思ってました。でこのメッシュも一部が窓になってるだけなのですっきりした見た目ですし、程よく中身が見えていいなと感じています。サイズは3種類の展開があります。私は一番小さいサイズを一番よく使っています。クローゼットの天袋に一番小さいサイズを立てて並べてずらっと並べています。夏にしか使わない肌掛けですとか、ちょうどそういうのもこの間中身を入れ替えたりしました。こちらは違うシリーズで中にしっかりワイヤーが入ってまして、このように積み重ねても側面からのチャックで中身が取り出せますよという商品なんですけども、そちらからペールグリーンのカラー展開が出ていました。色がね可愛くていいなと思います。ただこういうカラー展開のものってシーズンでなくなってしまうっていうことも考えられるので、今後数を増やす可能性がある方は避けた方がいいかもしれません。わかりませんけど、このディスプレイはちょっとカントリーっぽい感じで可愛かったです。こちらは私も大好きなスコーディスという有効ボードのコーナーなんですけども、新色が出ましてちょっとディスプレイが面白かったので紹介します。こういう濃い色の展開は今までなかったので珍しいっていうのと、裏と表で色が違うようになっています。見てください。このワゴンの横に設置するっていうのをついに公式がやっています。IKEA ハックとしていろんなクリエイターの方が発信しているんですけど、こちらの店舗ではわかります？ S 字フックみたいなものでやってましたね。真ん中の段にかけていますね。意外と安定感もあって良さそうでした。私も過去の動画で紹介したんですけども、ワゴンのこっちの側面じゃないんですけど、短手方向の方にかけて同じような使い方をしています。うちは子供が学用品入れに使ってまして、結構奥行きのあるクローゼットなので手前のスペースにワゴンを置いて奥のものを取るときは引き出して使うみたいな感じになってます。今ちょうど夏休み期間なのでいい例ですね。たくさん物が入っています。こんな感じで一番上のところを見ていただきたいんですけど、これはスコーディスシリーズのフックを逆さまにつけてここに引っ掛けています。もともとこの商品は壁につけて使うものなんですけど、こちらの例のように机などにクランプして使うこともできます。あとスタンドみたいなのもあって自立させて机の上などに置いて使うこともできます。そういうアタッチメントがアクセサリー類が売ってます。壁面に設置するやり方も全然難しくなくて、大きいネジ穴を開けなくても設置することできます。よかったら過去の動画もご覧ください。先ほどの新色がこちらのルームセットでもディスプレイされていました。このカラーバリエーションのものはサイズ展開が2種類出ていまして、こちらが大きい方となります。今季この暗い赤色みたいな色もとても流行ってますよね。次はボックスなんですけども、こんな可愛い格子柄の収納バスケットが売っていました。こちらは IKEA のカラックスというシェルフにぴったりなサイズとして作られています。ただこれを単独で使うのも全然ありだと思います。とても軽いので高い位置の収納にも向いていると思います。
柔らかい素材なんですけども、ちょっとくたっとしているのがわかると思います。お手頃価格なので数を揃えたい方にもおすすめです。次は玄関収納のコーナーです。とても安価で人気のラックがあるんですけども、それのブルーが出ましたよっていう話をちょっと前したんですが、同じくトレイもブルーが出ていました。すごくパキッとした同じブルーでして可愛かったです。こんな風に棚の中に敷いて汚れを防止したり、あとコジマジックさんもこれの商品が大好きで、植物に水をやる時に使ってるっておっしゃってました。長期の旅行の時も少し水を溜めておいて、植物をそこに置いて留守の間の給水に使ってるとのことです。デコレーションのコーナーです。すっかり秋なんですよ。フェイクグリーンのコーナーにリースが出ていました。リースということもあって屋外でも OK のプラスチック素材となっています。裏はこんな風になっていて、フックでかけられるような仕様になっています。あと次は花瓶を紹介します。こちらもちょっと秋めいたカラーのが出ていました。モダンなデザインで人気のこちらの花瓶なんですけども、また色違いとして濃い赤色のものが出ていました。隣にあるベージュがとても人気だったんですけど、最近ねペールピンクのミニサイズも出てたばっかりで、また色違いということで、このデザインでだいぶこすっていきますね。こちらはツヤありになっています。本当にデザインがいいので、何も刺さなくても置いておくだけでオブジェとしておしゃれです。こちらルームセットでディスプレイされていました。こちらのブラウン系でまとめられているお部屋だと思うんですけども、結構ブラウンとブラックみたいな色使いで、こちらのキャビネットの上に置かれていました。合わせているのは IKEA のスミッカーシリーズかなと思うんですけども、ちょっと特定できていません。こちらの花瓶は間口が少し閉じ気味なのも飾りやすそうでいいなと思います。あとこちらのキャビネットの方には新商品のライト付きのスピーカーも置かれていました。色味が絶妙でデザインもとてもおしゃれです。結構大きいのでインパクトもありますよね。この先ほどの花瓶があったキャビネットの足元にあるピンクベージュの色味のものは空気清浄機です。今回購入してみたので後で紹介します。こちらキャンドルコーナーです。他の国の方の SNS 見て気になってた商品が日本にも入ってきてました。こちら蓋付きのガラス容器に入ったアロマキャンドルです。2色展開でして、どちらもとっても可愛い色味ですよね。デザイン by ミカエルさんでした。もうありがとうございます。可愛いです。色だけじゃなくて中身のキャンドルの香りも違うものになっています。香りって人それぞれ好みが強く分かれるところなのであまり言及しないんですけど、どちらも爽やかでしたね。ウェブに蓋側をアクセサリートレイにしたりメイクのブラシ立てに使っている例が載ってて、いや可愛すぎるでしょって思いました。こちらもとても素敵でしたね。こちらはもっとガラスがずっしり重かったです。このガラスなんていうんですかね、ちょっとオーロラ感のある光沢のあるガラスになっていてゴージャスな雰囲気です。こちらも燃焼後は小物入れにっていうような写真が載ってました。こちらはすっかり秋カラーのキャンドルです。3つセットになっていてどれも絶妙なカラーでした。でこちらは先ほどのと違って蓋がついてないのでコルクの蓋をね買っとくのをおすすめいつもしてたんですけど、日本は最近なくなってしまったっぽいんですよね、販売が。代替案としてはコルクのコースターをかぶせるっていうのもおすすめです。結構ほこりかぶったりあと香りが飛んだりしますので蓋はねおすすめです。こちらはキャンドルホルダーのコーナーなんですけども、めっちゃおしゃれなのが出ています。まずこちらのクロム調の方ですね、大胆なデザインでとてもかっこいいです。 SNS で話題になっていてこの時はすでに売り切れていました。まだ入荷あるとは思います。キャンドルのサイズがめちゃくちゃフィットしていたので
キャンドルも IKEA で買われるのがおすすめだと思います。結構会社が違うとサイズ感が違ったりしますので。こちらはなんとも秋らしいブラウンカラーのガラス製のキャンドルホルダーです。かなり高さがあってゴージャスな雰囲気です。あとパーティーとかに良さそう。高さが違うものが2種類セットになっています。左側は LED のキャンドルが刺さっていまして、今ちょっと作り変えましたけど、右は IKEA の本物のキャンドルを刺した時の例です。このキャンドルホルダー自体がすごく高さがあるので、 LED のすごい長いキャンドルでも全然バランスいいなと思いました。こちらパッと見何かなと思われると思うんですけども、空気清浄機です。以前は白色のものが売ってたんですけども、最近はこの3色展開で販売されています。あえてね、家電っぽくない色でいいなと思いました。値段がとても安いのも特徴です。あとフィルターも半年に1回交換が目安と書かれているんですけども、とても安いです。あと8ワット、最大8ワットなので電気代もほぼタダみたいなもんです。で、気になる効果なんですけども、パッケージにも書かれていましたけども、第三者規格で性能が測定認証されたものとなっています。なのでそこは安心です。部屋はおよそ7平米4畳ぐらいを1時間に5回空気を回しますと書いてありますので、狭い部屋向けです。こちらね、最初フィルターの部分セットしましたけども、とても簡単でした。蓋をパカッと開けてはめ込むだけ。まずは寝室で使ってみました。まずやっぱ見た目がいいですね。いかにも家電って感じがしないのがいいです。3段階強度を設定できるんですけども、レベル1だとめっちゃ静かで、エアコンよりも静かです。ボタンも1個しかなくてとてもシンプルな操作性となっています。1回押すとレベル1がついて、もう1回押すとレベル2になります。横のカーテンに注目していただきたいんですけども、ふわーっと揺れています。レベル2でなんかエアコンよりも音するなぐらいです。でもう1回ボタンを押すとレベル3になるんですけども、これだと扇風機が回ってるなぐらいの音ですね。まだ使い始めて数日なので、めっちゃ効果あるかって正直わからないんですけど、実際使ってる方からはいいですよとリピート買いされてる方もいらっしゃいました。一つ注意事項としては、活性炭フィルターではないんですよね。だから匂いとか料理の匂いとかは取れません。ホコリとか PM2.5 花粉対策に割り切ればいい商品です。また使い続けてレビューしたいと思います。前回の動画で紹介したオーブン皿がパイ皿がすごく良くて、もっと他にもないかなってちょっと調子に乗ってですね、物色してきましたら、同じシリーズの大きいサイズのものも出ていました。こちらは26センチになります。250度まで耐熱性のあるガラス製です。そんなにねめっちゃ重いってわけじゃなかったです。何がそんなに良かったかっていうと、結局のところサイズ感がちょうどいいのかなって思いましたね。こちらなんですけど、朝ごはんの調理にスチームオーブンを使うんですけども、そこでも安心して使えますし、1人分の卵がちょうどいいんですよ。かといって普段使いも別にできるんで、稼働率かなり高めのお皿となっています。こちらは IKEA の割と定番な商品なんですが、フェルグクラシリーズです。こちらのカラーも前からあったんですけど、おそらく単品売りになったということでニューなんだと思います。確かね4枚セット売りだったんですよ。でも去年ぐらいから IKEA は徐々に単品売りが増えていっています。こちらはサイズ展開は4種類あります。マットでかっこいいんですけども、ちょっとね重ためのシリーズです。 IKEA の中でも。こちらのライトベージュですかね、こちらもマットな質感のものとなっています。こちらも前は4枚セットで売りだったんですよね。おそらく単品で買えるようになってました。ありがたいですよね。4枚もねいらないってことありますもんね。全然
でこちらのシリーズはシーズナルで結構新しいカラーが出たりするんですけども、入れ替わり立ち替わりしてしまうんですけども、現在はこちら以外にピンクとブルーがあります。どちらも出た直後の時はすごい人気で品切れてたんですが、今は在庫住宅にありました。こちらはツヤのある質感になってまして、またこの縁のところがちょっとグラデーションかかっててめっちゃ可愛いんですよね。このシリーズ、全体を通してお値段がとてもお手頃ですし、単品で買えてこの価格で買えるのは本当いいですよね。こちらも人気のシリーズなんですけども、販売終了のラベルが出てて心配してたんですけども、また単品売りで新しく出ていました。良かったです。こちら大きいプレートがお皿の模様がおしゃれでとても人気なシリーズです。店舗によっては4枚セットの方がそのリニューアルにつき値下げされているかもしれません。こちらちょっとね珍しいジャンルからの紹介なんですよ。ちょっと面白いものがありまして、こちら何か分かりますか？トイレットペーパーホルダーなんですよ。でこちらをトイレットペーパーホルダーじゃなく、ちょっとバッグをかけたり植物をかけたりして使っている方がいらっしゃいまして、面白い使い方だなと思って気になっていました。すごく軽い商品なので重たいものをかけるとひっくり返ってしまうかなとは思いました。でもお値段も安くて試してみたくなりますよね。でこちらはオンラインサイトでやたら評価が高くて、でもただのバスケットでしょと思ってスルーしていた新商品なんですけど見たらなるほどなと思いました。そこに4箇所穴が開いてて水はけがいいバスケットということです。他国では3年ぐらい前から売られている商品なのでレビューが溜まっているっていうのもあると思うんですけど、それにしても 4.9 とIKEAにしては大変珍しく高評価の商品です。日本はね100均とかあるからわざわざと思いましたけど、水はけの良さが好評のようです。もし視聴者の方でこのバスケットをもうすでに使われている方いらっしゃいましたら、どんな風に使われているのか教えてください。結構ねこういう洗面所関係のグッズのコーナーってスルーしがちですよね。はい、ここでルームセットを見ていきましょう。こちらは赤ちゃんと暮らす寝室です。まず新商品のアートが飾られていました。すごく北欧らしい植物モチーフとなっています。こちらのチェストを今引き出し開けましたけども、新商品のシリーズで取っ手がゴールドになっていてちょっとエレガントな雰囲気となっています。こちらにも同じチェストが置かれています。この壁面のフレーム、ラタンのフレームめっちゃ可愛いですよね。台の方はスタンドもついてまして置いて使うこともできます。先ほどのチェストですけどもホワイトもあります。でまたサイズ展開も3段4段、あと引き出しが6個ついてるタイプとあります。最後に個性的なローボード、キャビネットですかねをご覧いただきます。右側には引き出しがついてました。次回は新商品か2026年で買ってよかったもの、たくさんのご意見をいただいたのでまとめて紹介したいなと思っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。